はい、ハローハルー、日産時所属バーチャルネイバーのカイネハルです。こんばんは。左利きで困ることはありますか？左利きで困ることは、人と食事をとるときかな。ラーメンとか、右と左で肘ぶつかることがあるから結構気をつけるかな。あと何よりギター選びかな。楽器は結構困るね。本当に左利き用のギターじゃないと弾けないから。最近ちょっと聞いたんですけど、そのギターとかを左で始めなければよかったなって言ったけど、やっぱリズムとかね、取るときに、左利きの人はちゃんと左利きのギターでやった方がリズムとか取りやすいから、それで正解だよって言われたので、利き手用のギターで始めた方がいいみたい。結構プロとかの人が言ってた。これはちょっと割と気になってる。結構際どい質問だけど、ライバーをいつ辞めるかは、決めてないですよ、まず辞めるつもりはない。現状はね。ライバーをやめなきゃいけない時が仮にあるとしたら、配信が苦しくなった時とかかな。例えば、毎日配信できなくなったとしてもやめないし、声が出せなくなったとかかな。あとなんか本当に病気になったとかってパターンの時は、かもしれないけど、決める時期とか、あと3年以内にやめるとか、そういうのは決めてないですね。惰性でライバーやるようになったら考えなきゃダメかなって思う時はある。なんか常にライブしようとか、義務だからやるか、面白くないけどやるか、みたいになったらちょっと考えなきゃいけないなとは思うけど、現状兆しはないね。最近仕事が忙しいけど、配信ができないってなったら別のコンテンツを考えるしね。仮に配信できないライバーがいたとしても別にね、やりようはあるというか、いろいろできることはあるかなと思うので別に特に決めてないですね。ギターを始めたきっかけ。そもそもギターを始めたきっかけはそうだね、軽音とかかな。軽音とガルデモ、ガールズデッドモンスターっていうエンジェルビーズに出てくるバンドがあるんですけど、ちょっと僕は世代なので、軽音見てやっぱバンドやりたいなって思いましたね。だからよくわかんないね。結構安めのメーカーのね、ギターを買って、それ弾いてましたね。最初モチベどうやってキープしてた？いや、マジゆいちゃんになりたいと思ってた。見続けた、軽音を。ピアノは弾けるよ。クラシックやってましたね。10年くらいやってたのかな。初めてギターで曲弾けた時覚えてる？ふわふわタイムだったか、ドントセイレイジだったか。あと当時結構弾いてみたの動画とか見てたりとかしたから、そういうのも影響はあったかもしれないですね。リラックスは、割と夜寝れない時とかは、環境音聞くか、ジャズ聞くことは多いかも。あとサントラとか流すこと多いかな。結構本当にちょっと休みたいなって思った時とかは光合成しに行くことは多いかも。リラックスしたい時、椅子とかに座って日の当たるところを座って光合成しに行く。外に出てる時とかはお決まりの音楽聴くかな。なんか本当にそれこそ2時3時オーディションとかの時とかはやっぱ音楽聴いてましたね。バーチャルトゥーライブもね、比較的聴くね。なんか思い出す。2時3時に入る前の感じを。音楽かな？やっぱ音聴くのが一番リラックスかもしれないですね。個人的には。初めて買ったゲームソフト。これはね、覚えてるんですけど、ゲームボーイアドバンスのロックマンエクゼ3でしたね。プレゼントとかだったのかな？その後に買ったのがルビーかな？ポケモンの。おすすめダイエット方法について。これはガチで、ダイエットっていうか腹筋とかを出したい人とかにおすすめ。ガチできついやつ。究極は、いろんなダイエット方法あると思うんですけど、僕はカロリーだと思ってて、人間の基礎代謝っていうのがあるんですよ。生きてるだけでどれだけのカロリーを消費するかっていうのがあるんですけど、だいたい2000キロカロリーないぐらいなんですけど、それ以下に抑えるっていうのがまず一番大事かなっていうのは個人的な理論。ちょっと任務でめちゃくちゃ体を絞らなきゃいけない時があって、1日何カロリーだっけ？ 800 キロカロリーぐらいに抑えてたんだよね。あと米はね、でも一応取った方が正直いいかなっていう、エネルギー効率的に。で、キャベツをお酢につけたやつとか、途中からごま油とかにしたりとか、あとはこんにゃく、豆腐、鶏肉、卵。で、筋肉は絶対につけた方がいいんですよ。まず、食べ物を減らしてもうまく痩せない。食べ物を減らして運動するってのが痩せる。これはガチ。で、マジに食べ物だけ減らすとね、どんどん筋量が落ちてってね、代謝が悪くなるんですよ。っていうのをやると、基礎代謝が上がって痩せやすくなる。でも、800はやりすぎだから、
まあ男だったら1500いかないぐらいとか、まあその人の普段の運動量とか身長にもよるんですけど、まあ、女の子だったら1200、300ぐらいとか。で3食食べる。ちゃんと朝昼晩。じゃないと燃焼しないから。体がエネルギーを使わなくなるので、基本タンパク質が多いメニューを食べる方がいい。脂質、糖質はまあ少ない方がまあぶっちゃけいいかなっていう。甘いもんは一切抜いてたね。完全に抜いてた。一切食べてない。最近は素直とかあるけど、それも食べないってのは大事かも結構。どうしてもお腹空いた時はガム食べるか、くるみとか食べる。アーモンドとか。っていうのをやっていくと、マジ腹筋も割れるし痩せる。ダブルでいい結構。っていうのがまあおすすめダイエット方法かな。メンタル強くしたい。メンタルケアは、まあむずいけどね。もちろんこういうお仕事をしてるとやっぱりメンタルカバーしなきゃいけない時とかってのはやっぱあるけど、人と話すとかは大事なのかなって個人的には思いますね。なんか2パターンあると思う結構。例えば仕事できついってなった時に言ったらまあこう、まあ、兄貴とか社長とか聞いてもらうみたいなのがすごい自分の落ち込んでる時とかにすごいよく作用する場合もあるし、逆に全く仕事関係ない人にライバーだったこととかは言えないけど、最近ちょっと疲れてんだよね仕事多すぎてみたいなこととかを言うのもまあ大事かなって思う。そのなんか対処法による今誰に相談したいかみたいな。家族とかね、家族にさ相談したい時と家族じゃない人に相談したい時ってあるからさ、失望されるの怖くて相談できない。失望しなくない？これは結構メンタルのケアにもつながる部分なんですけど、例えばまあ自分がご飯を食べてた時に食器を運んで食器を落として割っちゃったとするじゃん。うわやっちゃった、本当に私はダメだ、僕はダメだって思うってめちゃくちゃ落ち込んじゃうことがあるかもしれないけど、その根本にあるのってダメなやつだって思われるのが嫌だなと思うんだよね結構。それを見てた人とかに。なんだけど逆にのその立場を入れ替えるって考えるっていうのが結構大事で、自分の友達とか、まあ、お父さんとかが茶碗割っちゃったとしても割ってんなぐらいしか思わんくない？正直。結局大ごとに捉えすぎてて落ち込むんですよ人間って。あとなんか結構あるのは人間関係とかで、うわなんかあの人僕のこと嫌ってんのかなって思っちゃったことがあるとするじゃん。そういう時に、いや待てよでも嫌われる要因あるかなみたいな。もしかしたらあれ言っちゃったのやつかなって考えた時に、じゃあ自分がその人から同じこと言われた時に気にするかって思って、気にするなって思ったらその時にこの間のことごめんねって言えばいいじゃん。潰していけばいい種を。言い過ぎたわみたいなことを言った方がいい。それは。あとマジでもう本当に嫌になっちゃった時とかはもう距離を置くかな。その出来事からもう一回考えない。それ全部はいおしまいゲームしようっていうのは大事。あと寝る。睡眠クッション大事です。自信が持てない自己肯定感の上げ方、これはまあ難しいけどできることを増やすことかな。成功体験だと思いますね。ちなみに自己肯定感とか自信って一人じゃつかないんですよ。経験則上自信をつけるには人の助けが必要なんですよ。まずは自分を褒めてくれる人をまず見つけること、これが大事だから、僕は先生とか身近な人、親とかとの立場であった時に自分の生徒とか子供とかにしてあげなきゃいけないことって褒めることだなって思う。友達とか仲良くするときしたりとか、得意なことが違う人とかだとすごいいいかもね。お前それできんのすごいねって言われると自信つくじゃん。案外ね、そういうところから人間将来が決まったりするんだよね。僕もそう。今なんで歌ったりとかする機会多いかって、僕の場合は親が褒めてくれた。僕は両親に関してすごく尊敬してるところは、うちの親は褒める親だったんですよね。子供の頃からね、歌ったりとか鼻歌でビギャビギャやってたのをよく褒めてくれたってのはやっぱり今につながってる。将来何かになる可能性を増やすことになる。それがこれってすごいじゃんみたいな。でもそれってその人をよく観察してないとできないから。でこれって別に上下関係関係ないから。だってさ、自分のこと褒めてくれる人のこと嫌いにならなくない？別に褒めるって無料だからね。逆にしちゃいけないのは、嫌だなって思った人をけなすのはしちゃいけないかな。これが一番大事かな。人間誰しもやっぱ嫌だなって思うことはあるから。あと単純にその人に褒められる要因とかを増やすって意味では、できることを増やしていろいろチャレンジしていくっていうのは大事かなと思いますね。
巡り巡って全部返ってくるからね。マジで死ぬほどどうでもいいことマジで急に役に立ったりするぞ。本当にマジで意味わかんない。ライバーデビューするまでツボがプラスに働くなんて1ミリも思ってなかったぞ。全然。飼ったことのある動物。なるほど。まずフクロモモンガかな。まだ世にフクロモモンガが普及する前の話ですね。その時に僕はどうしてもシマリスが飼いたかったんですけど、シマリスって大人になった個体って絶対に懐かないのよ、基本。その時にね、いなかったの、時期的にシマリスの子供が。から、どうしようってなってた時に、ペットショップにいたのがフクロモモンガの赤ちゃんで、うわ、可愛いってなって飼い始めた。あとはハリネズミを結構ライバーデビューのちょっと前に死んじゃったんですけど、あとはウーパールーパー、あとちょっとシュリンプとかベタとかも飼ってたし、なんかちっちゃめの魚とかよく飼ってましたね。アクアリウムもやってましたけど、ライバーになったきっかけはなんかリスナーと配信者の距離が近いなって思ったことと、割とヒマ先輩かな。これはなんか前言ったからもう言うけど、ヒマ先輩の配信を見て常に新しいことしてたし、リスナーとの距離感とかを見て、これすごいいいし、こうなりたいなって思ったのでかいかもしれないね。ヒマ先輩いなかったらライバーになってないと思いますね。最近めちゃくちゃいじられてるんでどこに行ってしまったって感じなんですけど、ヒマ先輩いなかったらライバーってか日産時応募してないかな。こんなすごい人いるんだっていう。しかもなんかやっぱリスナーとの距離とかを見て、うわーって思ったし、そうね、だからやっぱヒーローですね、ヒマ先輩はマジで。プリキュアだよ。ちょっと今日はこの辺にしよっか。いや、おもろかったですね。全然答えられずに終わってしまったんですけど、こんな感じでまたやりましょう。面白いな。結構質問枠はいいかもしれないね。ということで本日のご視聴いただきありがとうございました。